さあ、ハローワールド、漫画先輩ヒア漫画先輩、質問来ております。はい。ワンオブメインさんからの質問。Hey my friend, I want to know how to be a manga assistant in Japan as a foreigner, or how did you get to be a manga assistant? Do you need any certificate or just showing them that you can help them, or just how? Supposing I speak Japanese. Hey my friend. 漫画アシスタントになるにはどうしたらいいんですか？よかった。そして資格とかはいるんですか？それとも何ができるのかを示したらいいんですか？とにかくなり方が知りたいと。よーし。日本語はちょっと喋れる。あ、素晴らしい。アシスタントの話はじゃあ今日はしよう。しかしそもそもまずはアシスタントとは何なのやというのを知ってる人はどれくらいいるんでしょうな、海外の方々に。そもそもジャパニーズピーポーの漫画カルチャーにノーノーリッジ詳しくない人はですね、そもそも漫画家が一人で全部描いてるワンパーソンメイキングと思っている人も多いんじゃないかなと思うんだけど、実際はメニーピーポー関わっている。で、まずじゃあ漫画家がいるわけ。漫画家がいて、でアシスタントというもの、漫画家アシスタントというのがいるわけね。逆に言うとね、もうこれいきなり言うとね、アシスタントっていう言葉はね、あんま使わねえんだな。なんでかっていうとね、心ある漫画家さんはね、むしろね、スタッフとか言ってたりするっていういきなり豆情報から、ビーンズからね。これなんでかっていうとですね、なんかこう足に使うみたいなイメージで、あんまりね、日本語的にね、嬉しくないんだよね、この言葉ね。わかりますかね？足っていう字と近くて、でなんか足に使うみたいな言い方を日本ではジャパニーズはするので、なんかこう使いっぱしに強いイメージがありすぎて、気を使って使わない人もいるんだよっていう情報だけお伝えしておく、先にね。であとはまずじゃあどういう風なお仕事分け方してるのか、ワーク分断してるのかっていうとですね、まず漫画家がキャラクター描くこと多い。でアシスタントが背景、バックグラウンドピクチャーをね、書くことが多いです。背景ね、つまりキャラクターを漫画家さんがこう書いて、下書きドラフトからペン入れまでやる。で、その後にもうアシスタントさんにパッて渡して、あとじゃあ背景書いてみたいな。漫画家さんがまあこう指示だけする、ラフだけ渡す。そうすると、じゃあもうこれアシスタントさんがもうこれで、じゃあこういう背景かなみたいな感じでバックグラウンドを書いていくみたいな、これアシスタントやる。であとはベタ入れ、例えばこう髪の毛のブラック塗る、ね、ペインティングブラックとかホワイトといった反対ミステイクを直す、ケアフルね、ケアフルは違うだろう、注意他には何かトーンね、トーンとかいうものがあってですね、グレー、ね、ペインティンググレー、点のやつね、まあこれ今後やろうっていうのをアシスタントやったりする。つまり仕上げなんだ、ラストパートを漫画家アシスタントがやってるよみたいなことが多い。まあ大体一人の漫画家にワン漫画家に漫画家アシスタントが2から7人パーソンがいるぐらいことかなみたいな。週刊連載とかだったら、ウィークリーマガジンだったら2人ってことないかな、5人ぐらいなのかなですよね。ワンピースとかだとなんかこれが2班あるとか言ってたよね。2グループで2 weeks change でやってるって言ってたよ。これ言っていいのかな知らないですよまあそれでですよ、ここにじゃあどうやってなれるのかということなんだけど、まずなんだかんだ我々がいつもこのアシスタント探すのは、正直今アシスタントベリーリトルベリー少ない。アシスタントの人数がベリーリトルですよ。フィューね、ベリーフィューですよね。今アシスタントってすごいなりたいって言ってくれると漫画家嬉しいね。だからすごくいいよ、チャンスだよ。しかもデジタルになってるので、今までは漫画家さんちね、職場、仕事場、ワークルーム、ゴーイングワークルームですよ。それがまあ今デジタルなので、これは調べるといいよね。在宅というものはそれぞれの皆様の家にいながらインターネットラインを利用してユーズドインターネット書いていく、ドローイングするので、これ在宅というものをまず探すのがポイントだと思う。
在宅ですよ。このワードを探すのと、このワードを見つけることができれば、ファインドすればですね、これでアタック、漫画家。そしたら多分これは別にどこにいようができるんで、まあコミュニケーションができれば、多分頑張れば見つけることができるかもしれない。やっぱり一番重視されるのがなんだかんだ言ってみんな言うんですけど、結局、資格。ライセンス。ね、ライセンス、ノーライセンス。だし、スキルも、まあ正直そんなに、まあスキルも大事なんだけど、むしろやっぱり人格コミュニケーションですよ。コミュニケーションスキルが大事で、楽しく、そして仕事ができ、さらに締め切り、時間内に守る。プロミス。そう、プロミスだよね。キーププロミスですよね。よーし、やったぜ。っていうのができることの方が何より大事だと思います。あとは、もうこれ、くっそ古い情報から言うとですね、僕らが昔から利用しているインターネットのホームページとかだとね、JAC とかあるよ。ジャパンアシスタントクラブ。多分今他にもいろいろあると思うんです。これ1999年とか書いてあってさっきびっくりした。ずいぶん昔からあるなと思って。僕はあれなんだよね、なんか一回トラブって閉鎖してまた復活してたりする。だからこれ結局作家さんとのやり取りはですね、アシスタントさんとの個人間のやり取りになるので、そこはお願いしますみたいな感じだと思います。そうだね。昔は作家のワークルームに行ってたよって僕も言ってた。だから週刊連載ウィークリーアシスタント漫画先輩もやってた幼少期、ヤングタイム。ね。その時ってトレス代ですよね。トレス代はトレーシング、ライトボックスライティングですよ。つまりライトボックスライティングのためにヘアクラーク、ダークルームでやるから、もう3、4名の男がですね、ダークルームに1週間ぐらい閉じこもりですよね。缶詰ですよ、缶詰。わかります？缶詰。そうするとですね、もう本当にね、その1週間ぶりにね、外の世界にライトワールドに出るとね、みんなでね、メガみたいになる。あいみたいになるというところだったんだけど、今はきっとそれもない。在宅はいいものだ。じゃあそんな感じで頑張ってくれ、応援してる。あとは逆に世界に出たい、ワールドに出たい漫画先輩みたいな漫画家はきっといっぱいいる。だからそういう逆にその世界で英語知りたいみたいな漫画家を見つけるっていうのも今 SNS とかでね、つながりやすい時代になってるわけですよ。だったらね、Facebook とか翻訳してくれるじゃない。そこら辺でうまく声かけてみたりして作家さんと結局ね、なんだかんだ言って漫画家に直接声かけたりすることが多いわけね。まあそれがいいかどうかちょっとわかんないけど、今のところまだそういう状況になってるので、そこでトライチャンス。じゃあそんな感じだ。ね、アシスタントがやってみたいという心意気はすごく嬉しいなと思ったよ。そんな感じで、またね。じゃあ今回もファンボックスがあります。ファンボックスはこの動画の下の URL をPlease クリック。そして画面右下にいいねボタンがあるんで Please プッシュ。そして画面下にもね、スマートフォンの場合は赤いボタンがあるので Please プッシュ。ね、あとファンボックスも待ってます。じゃあ、またね。